ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。今週は2回に分けました。その前編です。チャンネル登録もお願いします。韓国風ジャジャン麺4人分1698円です。新商品です。多分。原産国は韓国。賞味期限は8月18日です。約4ヶ月冷蔵保存です。麺と粉末ソースと液体ソースに分かれています。フライパン調理ですね。おすすめのトッピングにきゅうりとたくあん、目玉焼きと書いてあるので先に用意してあります。フライパンに油小さじ1と麺とグリーンの袋のソース。このグリーンのソースの中身は袋の大きさの割に少なくてびっくりです。乾燥グリーンピースと白いパウダーが入っています。この白いパウダーが炭酸塩とリン酸塩でなんかねちょっと入れたくないんですけれども、これを入れないと酸味を強く感じるんだそうです。入ってないバージョンも作ってみました。お水 50ml を入れて中火で1分半、麺をほぐしながら炒めるんですけれども、先にフライパンを温めておくべきでした。1分半ではもう全くほぐれません。ほぐれたら茶色のソース、ブラックビーンソースですねをかけます。絡めるように1分炒めます。器に移してからきゅうりとたくあん、目玉焼きをのせて出来上がりです。麺は太めで茹でてあった麺ですから柔らかいです。多分これが豚肉かなと思ったらキャベツでした。豚肉はミンチです。サイコロカットのはじゃがいもです。ソースは見た目の印象とは違って意外にマイルド。辛くもなく甘くもなくしょっぱくもなく、バランスが取れすぎていて表現のしようがない平凡な味。とても美味しいってわけでもなくまずくもなく、でもね私はこういうの好きです。麺とソースだけでは飽きやすいので完食はちょっとね厳しいです。きゅうりとたくあんはこれくらい多めに入れた方がいいです。食感のアクセントとしていい仕事をしてくれます。美味しくなります。で、これがグリーンなしで作ったんですけれども、確かに酸味を感じます。でもむしろこの方が美味しいと私は思いました。久世福のあんバター 550g 939円から190円オフは5月14日までです。北海道産小豆使用。賞味期限は11月23日です。約半年です。SNS で流行っているライスペーパーを使ったスイーツ、いちご大福とクレープ大福を作ってみました。まずは丸く包むいちご大福から、ラップの上にあんバター 30g、ヘタを落としたいちごを乗せてからあんバターでいちごを包み込むようにしつつラップで包みます。冷蔵庫で30分くらい冷やします。ライスペーパーを4つに切り2枚重ねにして濡らします。まな板に片栗粉を敷いてその上にライスペーパーを広げます。冷やしておいたいちごとあんバターを真ん中に置いてライスペーパーでしっかり包みます。片栗粉がないとベタベタしちゃいますが、余分な片栗粉は落とします。断面はこんな感じです。ちゃんといちご大福っぽいですよね。同じ材料に生クリームを追加してクレープタイプです。スライスしたいちごを奥側に、手前にはあんバターと生クリームを置きます。手前から春巻きのように巻いていきます。このままだとくっつきやすいので、私はお皿にきな粉をまぶしておきました。バナナバージョンも同じです。スライスしたバナナを奥側に、手前にはあんバターと生クリームを置きます。手前から春巻きのように巻いていきます。最後にきな粉をまぶして出来上がりです。一口目はふわっとライスペーパーのエスニックな香りがしますが、味と食感はいちご大福にかなり近いです。
でも噛み切りづらいので半分に切った方が良いです。家族の分は切りました。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。